じゃあこっちでやっていい？ああ、じゃあだからそれも含めてのピントの合わせ方のテストも含めてやってみようかって話。その単品だと思うからさ、今回。はいはい。サムネイルの時にいいよね。じゃあ一回やってみますか。はい。村田さんも使ってみたいし、なんかもっと使ったらわかるかもしれないし。あ、押しちゃった。今ですよね。音入ってる。見てる。はい、やりましょう。いきます。はい、用意スタート。こんにちは。妄想グルメです。妄想グルメは日本の一般家庭の日常動画チャンネルです。家族5人でやっています。子供たちもアイデアを出して撮影も手伝ってもらっています。基本的に東京で暮らしてる普通の家族の日常の中にあるものを動画として自分たちの出せる形で出してますね。いつも作ってる娘に頼まれて作ってるお菓子とかを作って撮ろうとかって言ってやってるうちにたどり着いたのが今のそういう創作お菓子じゃないですけど、そういったものの動画が多くなってます。皆さんに楽しんでもらえる動画をアップできたらと思っています。変なことやってみんなの笑いを取ってれば生きていかれるみたいな謎の人たちが YouTube なんですから、そんな感じのイメージが俺らの学年にはあって、父親が辞めて会社立ち上げて、結局いろいろそれまであっていろいろやってんなっていうのを感じつつも、結局今のこの動画のスタイルに落ち着いて、動画になると母親が主役で父親がサポート役って感じのがうちの動画の構造なんで、稼ぎ頭というか家の主軸になってるのは母さんって感じがしますね。俺から見てると。もうじゃあまずは好きにやってもらっていいよっていう話の中で、そこはもうそこはもう何も言わないでやってるけど、だからそれがイコール全部が動画になるとか、じゃあそこから最終的にどういうオチをつけるというか、どういうとこにドロップしていくのかっていうようなことっていうのはまた違うんですけど、私は作ったら渡す、それをやってますね。ベランダもうだって玄関狭狭だから。おかしいと思ったよ。俺のさ革靴がねえんだもん。皮が日に当たってるよ。撮影に関してはだからあれだよね、結局子供がいない時だよね、メインはね。その時間を目指してってやると大体本当に10時とかから始まって3時4時で終わるっていう感じで。家族の生活の合間に撮って編集して出して、で行事もあるので、なんか役員やりますとか言うと行ったりとかっていうことで1日アップが遅れたりとかね。でも子供が帰ってきたら普通の家と一緒ですよ、普通にもうご飯の準備して、でみんなが順番にお風呂入っていくだけでももう5人もいるんで。普通のお父さんも絶対に夜終電で帰ってきてコミュニケーション取らないまま寝るみたいな感じなんですけど、それは俺が小さい頃本当にそうだったらしいんですけど、もう気づいたっていうか、もう時からもう絶対家にいるんで、もう今もですけども、お家でお仕事してるっていうとみんなあんまりいいイメージはないから仕事としては何を調べてるとかは知らないですけど、ちゃんと母さんのフォロー役みたいな事務的な仕事はできてんじゃないかなみたいな。アナリティクスとかさ、変なんだけどいい方に変なんだよ。それはよかった。3日の日グラフが全然3日っていつ？今日の3日だから文化の日だ。俺休みの日だと思って日本で何かかと思ったけど、見てください。サッカーでいうところの絶対にまず得点力っていうか、フォワードとしての決定力のあるやつはもう母親なんですよ。だからそれをサポートアップするのが父さんであって、なんならそれ俺とか妹とか弟も動画を邪魔しないようにぐらいなんですけど、やることは例えば長男見たら分かる通り、ああいう
雑な言い方をすれば雰囲気作りじゃないですけど、あいつがいるのといないのとでなんかやっぱ家の中の空気のなんかこうしっちゃかめちゃ具合が違うっていうのもあったりとか、次男は、まあ、いわゆる本当にいいタイミングで YouTube を知って、YouTube を一番見てた口ですよね。海外でサイエンスクッキングでこういうのやってて、これをこういう風にしてアレンジして妄想グルメ的にやったらいいんじゃないっていう、まあ、ものすごい具体的な。そんなの友達の間で流行ってるよとか、多分それは私を助けてくれようとしてるなんかちょっと面白いなと思ったら一応言っといて、知ってるよって言われることも結構ありますよね。あるよね。そういうのがあるよっていうのをもう言うまでが俺の仕事だと思ってるんで。本当に引っかかることはさ、お母さんそんなのがあるのってなるじゃん。だからそういうのを探すために日々一番下のその娘があれ実はうちの中での本当の意味での監督っていうのがあって、あんま良くないなって思うことは言うし、これ良くない。美味しくなさそうとか、外国人にはアメリカ人とかに向けるのかもしれないけど、こういうのは私は食べないとか。僕らよく分かんないまま始めたっていうのは、要はイメージでいうと家族でキャッチボールしたり、なんか野球っぽいことでボールみたいなのを棒で打ったりして遊んでたんですよ。でそしたらどうも YouTube っていうのの無料で貸してくれる球場があると、だったらせっかくだからそこ行って遊ぼうぜっていう感じでそこでやってたと。それはもう野球とも呼べないもんなんだけど、でもタダで場所貸してくれるし、そこで野球とも言えないようなものをやってたと。面白いねこいつら、何やってんだか分かんないけどすげえ面白いわって言って見に来る人が増えたと。で見に来る人が増えて、でその中にはそういう、発信力のある人もいて面白い人たちがいるよっていう人たちもいたと同時に、じゃあ見に来る人が増えたんでって言ったら、その球場を運営してる無料で貸してくれる Google は僕らにはどんな広告が出てるか分かんないけど広告が出るようにしてくれて、なんかその収益が僕ら行って野球でもないようなものをやってたら、なんかみんなによく分かんないけど人気が出て、でそのいわゆるその Google のそのでかい球場とかでプレーをさせてもらえるようになって、でも僕らは相変わらずなんだかよくは分かんない。すごく素敵なことそれで収益が得られた。その結構な収益が得られるってなって、たまたま普通に暮らしてて、その中で何かをやったら誰か分かんないけどお金を払ってくれて、でそれで暮らしていけるなんていう状況は僕らの40何年の人生の中ではなかったんですよね。この間同じ班の人にそうやって話になって、そういう YouTube ので説明したら、暮らしていけるんだって言って、何人兄弟だっけって言われて3人ですよ。でそしたらじゃあ5人家族かって言って、そんなの暮らしていけるんだねって言われて、暮らしていけるよって。だってヒカキンとかはこの人たちが一番分かるヒカキンだからとかは1人だと思うけど、普通に暮らせて、普通にねお家とかあって普通にご飯を食べて暮らせてるんだよって。ヒカキンはね、もっとずっと稼いでる。だから私はそれを説明したいけど、それはね、それになればなかなかさ。そうどう説明しても。俺は友達に自分の父親 YouTuber なんだぜみたいなこと言ったことないんで、唯一一回言った友達にじゃあお前そういうことみんなに言うのやめとくわっていう反応をされるのが俺らの年代なんで、そんな YouTuber っていうのはあれじゃないですか。名前出すとなんかあれなのかもしれないですけど、なんだろうな、すごい言い方悪いですけど、恥ずかしいことやって金稼いでるじゃないですか。それがもうみんなの一般イメージで、一応やっぱ人気がなくなったら一応終わりっていうか、金が稼げなくなってしまうじゃないですか。動画がどうとかカメラがどうとか編集がどうかの前に家族でしっかり暮らす、地方出身者の両親と、子供が3人いて東京で賃貸のアパートみたいなとこ暮らしてて、それで今は大学に行ってて、で学費がかかってみたいなところをリアルにこなしていく中で、それが地面だとしたら、その地面からこう足から腰から回してパンチとして出てくる動画で、だったら相手は倒れるだろうと。ここだけで「えい」って突然なんだっけ「はいコメディアンです」とか「はいミュージシャンです」ってやっても、もっとこう足元まで行った時に「お前足地べたねえじゃん」みたいな話にはならないように。なんか不満ないわけじゃないよ。あるじゃん。何を思ってんの？何があると思ってんの？共通がわからない。言ってみて。言ってみて。辛い時期があったので、この子にはいろいろ買ってあげられないこともあった。そうだっけ？覚えてない？
そんなのあったっけ？多分一番この子が苦労してる時間も知ってる。それは違うけどそんなことない。